どうもこんばんは、ゆちです。今宵はフィオーレ椿の全塗装レビューはこちらの動画にまとめているので、よかったらチェックしてみてくれよな。このチャンネルではガンプラや美少女プラモにいかがわしいことをしていくチャンネルだ。よかったらチャンネル登録よろしくな。さて、今回の椿は何色にしようか少し悩んでいたのでアンケートを取りました。その結果、暗めの青色が多かったので、今回は全体を青っぽく仕上げていこうと思う。アンケートに参加してくれた方、本当にありがとうございます。それでは早速塗装と言いたいところだが、まずは下処理から。下処理いくぜ。さあ、まずは合わせ目消しから。合わせ目を消す膝や肩関節は内部をよーく見るとパーツ同士の余裕がない。これでは合わせ目を消して塗装をした時、塗装が剥げてしまう。そこで関節は合わせ目を消す前にあらかじめヤスリ掛けをしてパーツ同士に余裕を持たせ、塗装後もパーツが擦れて塗装が剥げないようにします。肩なんかの小さい関節は持ち手棒の裏側に刺してヤスリ掛けするとやりやすいです。ある程度関節のヤスリ掛けが終わったら、合わせ目にミスターセメント SP を流し込み、両サイドをギュッと押さえつけ、中から出てきた溶剤をよく乾燥させたら、スポンジヤスリでヤスリ掛けをして表面を整えましょう。しかしスポンジヤスリではうまく削れない太もものボツボツした部分、ここは紙ヤスリを使って隙間をヤスリ掛けします。少し削りづらいが、これをやると綺麗になるので頑張ってヤスリ掛けをしましょう。大体の合わせ目を消した足がこんな感じだ。いい感じに綺麗になったのだが、ミスターセメント SP だけじゃ消しきれない合わせ目がある。それが肩や足などにある横に伸びる合わせ目だ。ここは結構溝が深く、しっかり段差ができてしまうので、そんなところにはタミヤエポキシ造形パテ、これを段差になっている部分にたっぷり塗って乾燥させ、ヤスリで表面を整え段差を消します。段差を消したパーツがこんな感じになる。これで段差もなく塗装もしっかりできるってわけだ。あと髪の毛、初期ロットなだけあって髪の毛は噛み合わせが悪く、隙間が少しできてしまう。だがここは接着剤で接着してからパテでしっかり隙間を埋めます。こうすることによって合わせ目をしっかり消せるだけじゃなく、前髪の取り外しが楽になり、フェイスパーツの交換がしやすくなる。ちなみにポニーテールの方にも合わせ目があり、結構段差になってしまうのでパテで合わせ目を処理。細かいが紙ヤスリで表面を整えます。あと合わせ目でやっておくのが後はめ加工。太ももパーツのこのパーツはサンドイッチで挟み込む形です。なので合わせ目を消すと一体造形になってしまう。気合を入れてマスキングをして塗り分けをしてもいいのだが、それは大変。そこで内面のダボ軸をカット。ヤスリで軽く整えたら、サイドに 0.3mm のプラ板を貼り付け、はめ込む穴のサイズを微調整。あとは合わせ目を消した太ももがはまるかを確認して、しっかりはまったら完成。あともう一つは胸から背中にかけての合わせ目。ここは内面のダボ軸をカットして合わせ目を消します。これをやっておくと後で上からかぶせるように後はめができます。お次にモールド。既存のモールドはヤスリ掛けなどで浅くなっている場合があります。なので 0.2mm のタガネを使ってモールドを彫り直し、墨入れをしやすくします。彫り直したモールドにはバリが出てしまうので、爪楊枝で軽くなぞってあげるとバリが結構落とせます。最後はしっかりヤスリ掛けで表面を整えましょう。少し細かいがこの作業を甲冑の段差にもやっていく。これがなかなかに時間がかかった。あと気になるのは足のモールド。よく見ると足首までは縦のモールドが入っているのだが、パーツ分割している下の方にはモールドが入っていない。これは割と気になる。なのでデザインナイフで垂直に切り込みを入れ、その上から 0.2mm でモールドを彫り込んでいきます。深く掘れたら3回ほど 0.3mm で掘ってあげれば綺麗なモールドの完成。これを両足にやっていきます。あと一部足や腕のモールドに幅広のモールドがあります。ここら辺は 0.5mm のタガネを使ってモールドを彫り直します。彫り直したらしっかりヤスリ掛けをして表面を整えます。お次に細かい部分。まずは押し出しピンの跡。腰の甲冑の裏面なんかには押し出しピンの跡がある。あまり見えないかもしれないが、気持ちの問題でここは削っておく。粗めのスポンジヤスリで大まかに削ったら400番から600番で表面を整えます。さらに表面の引け。表面は一見平らのように見えるが平らではない部分がある。少しヤスってみるとわかるのだが、このように平らではない。こういう部分はヤスリ掛けをしてしっかり平らに整えます。
。そしてパーティングライン、これは武器や長物のパーツに結構ある。こういうプラモの成形で出てくる細い線はデザインナイフでカンナ掛け、線を大雑把に消していく。大まかにパーティングラインが消えたらヤスリ掛けをして表面を整えます。他にも関節などにもあるので、細かいが他のパーツにもしっかりカンナ掛けとヤスリ掛けをする。最後に足の走行パーツ。ここは改造用に両端に接続ジョイントがあります。今回は片方は使わないので、見た目のためにも切り落としておきます。切り落としたらモールドをデザインナイフで整え、ヤスリで表面を整えてあげれば完成。あと、椿に合いそうな武器を 3D プリンターで自作してきた。今回はドンキ、バルバトスみたいな感じのやつだ。まず、サポート材を剥がして、印刷でできてしまった凹凸をヤスリ掛けします。ドンキにはトゲを作っているのだが、印刷によって後ろの方が太くなってしまっている。ここら辺は太くなっている部分を切り落としてから接続。組み上げるとこんな感じだ。なかなかに殺意マシマシな武器になったってわけだ。こいつを椿に持たせる。これで大体の下処理は終了。あとは細かい塵やゴミを洗い流し、持ち手棒に持たせたら塗装行くぜ。まずはガイアマルチプライマーを全体に塗り、塗装の食いつきを良くさせます。その上から装甲パーツなどに、まずミスターサーフェイサーグレイを全体に塗ります。全体を灰色にしたらセリリアンブルーを使い、細かいモールドやリボンや、そして剣の刃先などに水色に染め上げていく。その上から根元の方を濃いめに蛍光ブルーグリーンを塗ります。よく乾燥したら今度は純色シアンを使い、軽く全体をブルーに塗りながら根元を濃いめのブルーに塗り上げます。ここまで来たら全体にサファイアブルーを塗ります。軽く全体にラメが入ることによりパーツ全体が綺麗にもなるし、ワンポイントのカラーとしてとても映える。しかしこの塗装を生かすにはしっかり細かくマスキングをしなければいけない。マスキングテープをカッターマットに貼り付け、デザインナイフで細かくマスキングテープを切ったら、細かい愛字のモールドに貼り付け、デザインナイフで切って、そしてまた別の愛字のモールドに貼り付けていく。この作業が恐ろしく大変だ。もちろんモールドに沿って切って貼ったりする部分もある。大体のパーツにこういうマスキングをしたのがこんな感じになる。動画でさらっと見せていますが、結構こういうマスキングは大変だ。ただ仕上がりはとてもいい感じになるため、やる価値はある。お次にコバルトバイオレット、ローズディープレッド、ピュアブラックでインナースーツや一部装甲パーツを黒紫色にします。ただ黒紫色は一色だとちょっといまいちなので、ブラックを強めにしてもう一段階暗めの黒紫色を作り、コテやすね当て、インナースーツを塗り分けます。さらにコバルトバイオレットに軽くローズディープレッドを混ぜ、リボンや胸の装飾の青を塗ります。この青にはパールシルバーを軽く塗って高級感ある布っぽさを出します。腰や胸にはピュアブラック単体で塗って服を塗り分けます。そしてここからはタイツ塗装。まずコバルトバイオレット、ローズディープレッド、ピュアブラックで黒茶色を作り、その上から100均で買ってきた髪留め用のネットをかぶせてファレホのブライトブロンスを塗ります。ネットが一周できなかった部分は乾いてから再度かぶせ、慎重に網目を合わせてからブライトブロンスを塗ります。ネットを外すとこのようにギラギラの足が出来上がります。この上から下地で使った黒茶色を全体に薄く塗り、金色をなじませてから足の縁やケツ肉などには少し強めに茶色を塗り、陰影をつけ立体感を作ります。この塗装を胸や肩などにやっていきます。続いてメインの装甲。メインの装甲は一度黒色に染め上げてからピュアホワイト、ブラック、コバルトブルーを混ぜダークグレーで塗ります。この時縁に軽く黒が残るように塗装をして重厚感ある仕上がりにします。グレーも一色だと味気ないので3色ほど段階を作り、モールドに合わせて塗り分けをします。ここまでメインの装甲を塗ったら、今度はマスキングをして装甲の縁の部分と武器パーツを塗ります。ここら辺にはフレームメタリック1を塗装します。よく乾燥したら一部マスキングをしてフレームメタリック2を使って塗り分けをします。塗装は全体的に暗めに仕上げているので、ちょっとアクセントとして武器の鞘や兜にはスターブライトゴールドでゴールドに仕上げます。お次に髪の毛。髪の毛はペンキレッドをベースにピュアブラック、純色マゼンタ、コバルトバイオレットで濃いめの赤に調色。ここの上にペンキレッドとピュアホワイトを混ぜ、
ピンク色のハイライトを塗装、そしてその上にクリアを塗り、下地とハイライトをコーティングします。よく乾燥させたらピュアブラックを強めに混ぜ陰影を描きます。陰影を塗ると影、ハイライト、下地がごっちゃになってしまうので、メラミンスポンジを使い塗りすぎてしまった影をこすり取ります。ただこすりすぎるとハイライトと下地をこすり取ってしまうので、こすりすぎには注意が必要だ。こすった髪の毛がこんな感じ。ハイライトと影がはっきりしていい感じになる。最後にコバルトバイオレットを髪の毛で一番暗くなりそうなところにふんわり塗ってあげると、さらに立体感が深まる仕上がりになる。さあ髪の毛が終わったらマスキングを剥がしていく。マスキングは大胆に貼ったやつは手で剥がせていけるのだが、細かい部分に丁寧に貼ったやつはちょっと剥がせないので、ちまちま丁寧にピンセットで剥がしていく。剥がしたパーツがこんな感じになる。青色がいい感じに残って綺麗になるってわけだ。これでエアブラシによる塗装は大体終了。続いては筆塗りなどによる部分塗装。部分塗装ではまず墨入れ。タミヤ墨入れブラックを使い、甲冑などの段々のモールドやインナースーツのモールドに墨入れブラックで墨入れをします。はみ出してしまった部分はエナメル薄め液で拭き取りましょう。胸元などの小さいモールドはカレイドカラーのアルミを使います。塗り方は塗料を少し受け皿に出し、爪楊枝に塗料をのせます。この時結構塗料は爪楊枝についてしまうので、少し叩いて塗料を落としてから細かいモールドにスタンプを押すような感じでちょんちょんと叩きながら塗装。そうするとこのように綺麗に仕上がる。他の細かいモールドもこんな感じで塗装していく。フェイスパーツは初期ロットでフェイスデカールがないため、このままを活かしていくのだが、チークだけは気になるので削り取り、100均で売っている化粧品で新たにチークを描く。塗りすぎてしまった部分はティッシュでこすって微調整しましょう。最後にトップコート、クリアと艶消しをハーフに混ぜ、全体に塗っていけば完成。これが初期ロット椿の全塗装だ。今回の椿はいかがだっただろうか。いろいろと手の込んだ塗り分けをしたため、やたら大変だった。あと、椿の予約期間が3月29日までなんだよね。多分この動画が
前日か当日ぐらいに上がっているので、これを見た方は急いで予約しに行こうぜ。ボークスオンラインの予約ページは概要欄に貼っておくのでチェックだ。また、椿は4月11日頃発売の予定のため、予約を逃してしまったよっていう方は、4月頃、ボークスオンラインまたはボークス店頭に足を運んでみてほしいぜ。それでは今日の動画はこんな感じ。椿のボディラインっていい感じじゃんって思ったら、チャンネル登録、高評価、商品のお買い上げよろしくね。それでは次回の動画でまた会おうぜ。またな。